5年後、10年後も今と変わらず身軽に暮らせたら素敵ですよね。必要なものがすぐ見つかり、重いものに振り回されず、暮らしを自分で整えられる。でも今、まだ見直さなくても大丈夫と思いながらも、つい後回しにしているものはありませんか？たくさん捨てるのが正解ではありません。これから負担になりそうなものを、まだ大丈夫な今のうちに見直しておく。今日は老後が楽な人が先に減らしている7つのものを見ていきましょう。こんにちは、黄金の暮らし手帳です。今すぐ困ってはいないし、もう少し先でいい、そう思うとつい先延ばしにしてしまいますよね。それは今はまだ大きな不便を感じていないから、まだ大丈夫と思えるだけなんです。でも重い家具や食器、増えた書類、来客用の布団や備蓄、こうしたものは置いてあるだけに見えて、実はこれから先、探す、動かす、判断する、管理する、手続きの手間、体への負担、気持ちの迷いにつながります。そして自分にしかわからないものが増えるほど、家族にとっては判断に迷うものになるかもしれません。今日は子供が巣立ち、夫婦2人で暮らす小川静子さんを通して、未来の自分を助けるために今から見直したい7つのものをお話しします。動画を見終わる頃には何から始めればいいかが分かって、後回しにしていたものも見直しやすくなるはずです。目指すのはこれからの自分が楽に穏やかに暮らせる家です。これからも無理なく持ち続けられるものかどうか、そんな視点で一つずつ選んでいきましょう。未来の自分を助けるために、まず見直したいのは、暮らしに必要でも持ちすぎると管理が大変になるものです。一つ目は、いつか使うかもと増えていった備蓄品です。洗剤やトイレットペーパー、缶詰や乾麺、タオルや日用品のストック。あって困るものじゃないから、買い物に出る回数を減らせるからと、つい多めに買っていませんか？確かに、いざという時の備えにもなりますよね。ここで見直したいのは、量の多さではなく、何がどれくらいあるのか、把握できているかどうかです。安心は量より見通しです。これまで当たり前だった買い置きの量も、これからの暮らしに合わせて見直していく時期かもしれません。静子さんも日用品を少し多めに買うのが長年の習慣でした。子供たちがいた頃はちょうど良かったものの、今は夫婦2人、暮らしは変わっても買い置きの習慣だけは昔のままでした。ある日、収納棚の奥から未開封のバスタオルや同じ洗剤の詰め替えがいくつも出てきました。こんなにあったのね。見えない場所にしまううちに、何がどれくらいあるのかわからなくなっていたんです。買い物先でも、まだあったかしらと迷って、また一つ買い足してしまう。安心のための備蓄が、いつの間にか在庫を見張るものに変わっていたんです。もちろん、災害への備えは大切ですし、必要な量は家庭によって違います。一律に数を決めて減らす必要はありません。大切なのは、少なくすることより自分で見渡せる量にしておくことです。まだあったかしらと迷うことが増えてきたら、買い置きを見直すサインです。まずはよく買うものを一つだけ、しばらく買い足さず、今あるものから使っていく。持っているものがわかるだけでも、買い物も収納も随分楽になります。そして次に見直したいのは、持っているだけでは安心につながらないものです。2つ目は、書類や口座、契約関係です。通帳や保険の書類、クレジットカードや契約関係、昔の明細や保証書。何を捨てていいかわからない。そうして残していませんか？けれど、いざ必要になった時に、どこに何があるかわからないことが
一番困りますよね。探す、確かめる、問い合わせる、書類が増えるほどそんな手間も増えていきます。だから必要な時にすぐわかる形へ整えておくことが大切なんです。静子さんがそう実感したのは実家を整理した時でした。物はたくさん残っていましたが、引き出しから一冊のノートが出てきました。開いてみると、口座や保険、連絡先が分かりやすくまとめられていたんです。これは何の契約、どこに連絡すればいいと迷うことが少なく、手続きもスムーズに進みました。その経験があったからこそ、静子さんも私の時も家族が迷わないようにしておこうと思えたんです。最近はエンディングノートという言葉や専用の手帳もよく見かけるようになりました。まだそこまで考えなくても就活の話でしょう、そう思う方もいるかもしれません。けれど今はエンディングノートは万一のためだけではありません。銀行口座や保険、ネット上のログイン情報をまとめたり、これまでの人生を振り返る自分史や今後の人生プランを書き込めるものもあります。つまり終わりの準備ではなく、暮らしを整えるための手帳として自分用の備忘録にも活用できるんです。大事なことはここに全部まとめてあるよと家族と話すきっかけにもなりますよね。新しい手帳を選ぶような気持ちで本屋さんでページをめくってみるだけでも、何から整理すればいいのかが見えてきます。あなたにも自分にしかわからない情報や書類に心当たりはありませんか？減らしたいのは書類の枚数だけではなく、どこにしまったかしらと探す迷いや、その度に感じる気持ちの負担です。ただ残してあるから誰にでもわかるようにしてある未来の自分を助ける書類整理を始めてみませんか？そして次はまだ使えるけれど体への負担になりやすいもの。3つ目は重くて扱いづらい家具や食器です。静子さんの家にも2階に長く置いていた大きな婚礼ダンスがありました。まだ現役で使っていて、処分するにはもったいないほど立派なものです。でもこの先年齢を重ねてから動かすとなると大変になるかもしれないと思い、今のうちに1階へ移すことにしました。2階まで上がるだけでも息が切れることが多くなっていた静子さん。これならこの先も無理なく使えそうねとほっと一安心。早めに見直しておいてよかったと感じたんです。以前は平気だった重さや高さが少し負担になっていませんか？大きな鍋、重い食器、動かすのが大変な家具、丈夫でまだ使えても今の自分には扱いづらくなっているものもあります。だから見るのはまだ使えるかではなく、これからも無理なく扱えるか。まだ壊れていないのに手放すのはもったいない。思い入れのある家具だからそう思うものもありますよね。もちろんすぐに処分する必要はありません。まずは物に自分を合わせて無理をしていないか確かめることなんです。あなたの家にも体の負担を少し軽くできそうなものはありませんか？よく使う食器は取りやすい高さへ、重い鍋もしゃがまず取れる場所へ。買い替えなくても置き場所を変えるだけで取り出しやすくなって体の負担も減らせます。新しく選ぶものは一人でも無理なく扱えることも大切な基準です。軽さもこれからの使いやすさの一つ。今ある重さを減らすことがこれからの家事を楽にするんです。そして次は必要な時のために残してきたもの。4つ目は客用布団や普段は使わない大きなものです。押し入れの大部分をめったに使わないものがずっと占めていませんか？子供や孫が泊まりに来た時のために布団は多めにあると安心。
そう思いますよね。でも最後にその布団を使ったのはいつだったでしょうか。来客用の座布団、法事の時の食器、いつか必要になるかもと思うと減らしにくいものです。もちろん今も使っているものまで手放す必要はありません。ここで見たいのはそのいつかのために毎日の自分が使える場所が窮屈になっていないかです。静子さんの押し入れも長年客用のものでいっぱいでした。家族を迎えるために大切に残してきたものです。でも今は家族が泊まる回数も減り、普段のものを取り出すたびに上の布団を動かすのが少し大変になっていました。普段はしまってあるだけだし別に邪魔じゃないと思うと見直す機会も遠のきますよね。でもめったに来ない日のために押し入れの一等地をずっと使っている。その分今使うものが取り出しにくくなっていたんです。今は布団だけでなくレジャー用品や家電なども気軽にレンタルできます。持っていないと困るではなく、必要な時にどう用意するか、そう考えると選択肢も広がります。めったにない日のためのものを少し減らすと今使える場所が戻ってきます。これまで家族を迎えるために用意してきた場所もこれからは今ここで暮らす自分のために少しずつ場所の主役を戻していきましょう。未来の暮らしを整えるために次に減らしておきたいのは毎日の小さな判断の負担です。5つ目は期限や中身が分かりにくい薬や化粧品、小物です。薬箱や洗面台の引き出し、これ何の薬だったかしら、この口紅いつ買ったもの、そう思いながらそのまま元に戻したことはありませんか。一つ一つはほとんど場所を取りません。小さいからこそまた今度で残りやすく、気づかないうちに物が増えていく入り口にもなるんです。静子さんの家にも洗面台の引き出しや薬箱の中に後回しにしてきたものが増えていました。使いかけのクリーム、使い切れなかった消毒液、旅行でもらった試供品、引き出しを開けて目に入ってもこれはまた今度とそっと戻す。そんなものほど一度手に取って期限や用途を確かめてみる。目にするたびに使うのか残すのか、そこにはまだ決めていないことがそのまま置かれているんです。特に小型家電やコード類、薬など処分方法がわからないとまた今度調べようとつい後回しになりますよね。薬の中身や使い方がわからないときは自己判断で使わず薬剤師さんなどに相談する。処分するときも自治体などの案内を一度確かめておく。大切なのは捨てることよりこれは何かをわかる状態にしておくこと。それだけでも先送りは減っていきます。これからは物を減らすより先に判断待ちを残さない暮らしへ。これはいつのだろう、どう処分すればいいのかしらと思った時にそのままにしない、そんな小さな習慣で暮らしを軽くしていきましょう。そしてこれからの暮らしで負担になりやすいのは物の重さや量だけではありません。簡単には答えを出せない気持ちの負担もあります。6つ目は思い出のものや写真、親から受け継いだものです。あなたにも思い出まで失うようでなかなか決められないものはありませんか。写真や手紙、子供の作品、親が使っていた食器や受け継いだ小物、思い出のものだけは他のものと同じようには選べませんよね。大切な人や過ごしてきた時間とつながっているからです。アルバムを開けば懐かしい記憶がよみがえってしばらく手が止まることもあります。そんな寄り道もあっていいんです。
思い出の品は残すか捨てるかの二択ではありません。形を変えて量を減らすこともできます。まだ手放したくないも今の自分が選んだ一つの答えです。大切なのは無理に減らすことではなく、自分が納得できる形で残していくことなんです。思い出のものは3つの残し方で考えると選びやすくなります。1つ目はこれからも大切にしたい、使いたいものだけを残すこと。飾ったり手に取りやすい場所に置いて管理できるものだけを大切に残します。2つ目は現物でなくてもいいものは記録で残す。写真に撮ったりスキャンしてスマホやパソコンで見返せる形へ一言メモを添えておけば、物そのものがなくてもその時の思い出まで残せます。3つ目は誰かに使ってもらえそうなものは次の人へ、家族や知人に譲ったり寄付やリユースを利用する。大切にしてきたものを必要としている誰かへつないでいく方法もあります。そしてこの3つのどれにもまだ決められないものは今は保留にする。ただ半年後でも1年後でも見直す日だけ決めて、その判断は未来の自分に任せる。それまでは大切に保管しておきます。例えばアルバムならお気に入りの一冊から残したい写真を選んでみる。親から受け継いだものなら今も見たいもの、使いたいものから選ぶ。残す量が少なくなっても思い出まで小さくなるわけではありませんよね。減らすために選ぶのではなく、大切にしたいものに目を向けるためにこれからもそばに置きたいものを選んでいきましょう。未来の自分を助ける片付け。最後に見直したいのは、昔は大切だったけれど今の暮らしから離れてしまった趣味のものやコレクションです。あなたにも昔はよく使っていたけれど今はほとんど手に取っていない、そんなものはありませんか？レコード、カメラ、ゴルフの道具、手芸用品、DVD や CD。 昔夢中になって集めたものにはワクワクした気持ちや楽しんだ時間まで重なっています。それはこれから5年10年先も持ち続けたいものでしょうか？もう一度その趣味を始めるとしたら今ある道具をまた使いたいと思いますか？私自身も昔はビデオテープを何十本も持っていました。好きな番組を録画して週末にまとめて鑑賞したり、コレクションのようにずっと撮っておいたんです。けれど時代とともに再生する機器もなくなり、見返すことも減っていきました。そこで本当に残したいものだけを選び DVD に移しました。手間はかかりましたが、量が減ると棚もすっきりして、好きだったものを手放すことなく自分が管理しやすい形に変えることができました。もちろん何年も使っていなかった道具でもまた手に取ることで昔の楽しさが戻ってくることもあります。そしてコレクションの中には時間が経って価値が上がるものもあります。だから昔の趣味だから、長く使っていないから、それだけで決める必要はありません。ただ市場での価値と自分にとっての大切さは同じではありません。使った年数より今も心が動くか、そこを確かめてみてください。趣味やコレクションのように心がワクワクするものは暮らしを豊かにしてくれる大切なものです。でも今はもう手に取ることのないものが場所を占めているなら、そこを少し開けてみる。するとこれから楽しみたいことや新しく心が動くものを迎える余白ができるかもしれません。過去を手放すのではなく、これからの人生にも連れて行きたいものを選んでいきましょう。今日は未来の自分を楽にするために備蓄、書類や契約、重い家具や食器、来客用のもの、判断に迷う小さなもの、思い出のもの、そして趣味やコレクション、7つのものを見てきました。
たくさん捨てることが目的ではありません。必要なものがすぐ見つかって重いものに振り回されず無理なく暮らしを整えられる、そんな毎日をこれからも続けていくためです。今のうちに見直しておこうと心に浮かんだものはありましたか？コメントで気軽に教えてくださいね。このチャンネルでは60代からの暮らしを心地よく整える片付けや掃除、物との向き合い方をお届けしています。今日の動画がお役に立ちましたらチャンネル登録や高評価、そしてハイプでも応援いただけると嬉しいです。これからもあなたらしく心地よく過ごせますように。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。